Hey everyone, welcome again to R&R with Steve. That's reactions and reviews with me, Steve. I'm not sure if I should change that up, but anyways, main thing is we're going to check out more Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury, Episode 7. Shall we, Gundam? And honestly, with a title like that, it sounds like an invitation. I don't know if I want to mention the recap of the last episode, but it was a roller coaster of emotions. And like I said, I teared up, and I think we're just going to find out what happens, because I don't want to give it away in case for some reason someone decides to stumble on this video and not check out the other ones. Because sometimes things like that have happened. But yeah, let's jump right into this. Yeah. Oh, also, actually, I was gonna say before we jump in, if you're new to the channel, feel free to comment below anything else that you check out, whether it's trailer reactions or more AMVs, more Gundam related stuff, anime, anything you guys can think of. Suggest it below. You'll get a shout out. Okay, enough with the talking. Let's jump right into this for real this time. Gundam info. There's Haru again. Oh. ええ、認めます。パラクトはガンダムです。Hmm. That's what I was thinking. それで、そちらのご提案とは？ ペイル社にも我々の計画に協力してもらいたい。Oh? これはまたとない好機なのだ。奴のデリングの手を読むための。The plot thickens. Oh. ぼーっとしない。トマトに傷がつくでしょ。Oh. ごめんなさい。まったく。そんなに気になるの？エランのこと。Aww. これから学校にも来てないっていうし。How many days has it been? 大丈夫でしょうか。勝手に干渉して勝手に心配して。一体何が楽しいんだか。ミオリネさんはないんですか？このことで頭がいっぱいになるか。ない。私が考えることはただ一つ。ここから脱出して地球に行くことだけ。Fair あんた enough. も余計なことばっか考えてるとまた実習落ちるよ。そうですけど。招待状？インキュベーションね。行く必要なし。Incubation? まあ、グループ内の社交パーティーみたいなものよ。Oh. だいたい学生で参加するの御三家くらいのものだしね。こんなのに行ったらホルダーのあんたもステージで挨拶とかさせられ。じゃ来ますよね。え？御三家来るならエランさんきっと来ますよね。Aww. They're all going. This is neat. なんだか緊張しちゃうね。 This is so cool. 緊張なんかする必要ないわ。こんなの上辺だけのハッタリよ。 Huh. それにあなたたちはれっきとしたホルダーの同伴者なんだから。 Whoa. お待たせしました。大丈夫？きついんですけど。私のドレスだからきついのは仕方ないけど、もっと背筋を伸ばしなさい。 Oh no. ニカにもドレス貸せたのに制服のままでよかったの？私たち面白そうだからついてきたけど。 This is interesting. 何の集まりかもよく分かってなくて。インキュベーションパーティー。要は新規事業の立ち上げ支援イベントよ。 Looks like an expo. グループ内で事業を起こそうって人間がここでプランを発表して投資を募るの。設定額に達すればめでたく新しい事業が誕生するってわけ。
すごい。まあお金は集まらないだろうけどね。Hmm. コンセプトが古すぎる。あれじゃプレゼンは通らないわ。 Oh. 本当だ。さすが経営戦略家の成績トップ。嫌味行くわよ。私たちこれからエランを探しに行くけど、私はブースを見て回りたいかな。いいわ。じゃあまた後で。じゃあ。たく、なんだって俺が強化人士の尻拭いなのさ。 Oh no. 他の検体はまだ準備できていませんので、ここはご本人が適任かと。 Oh して no. きやがって。あの娘が花婿こほら例の魔女なんだろ。 They're all giving her looks. なんかすっごい見られてるんですけど。気にしない。堂々としてればいいの。でも背筋を伸ばす。これは珍しい。 Sorry. お二人とも新規事業 Oh. の興味が終わりで、シャディク。よかったらうちのプレゼンにもアドバイスもらえないかな。4カード17地区の契約取ったあんたが言っても説得力ないんだけど。ミオリネの意見が欲しいのさ。何よ。仲良しなんです？違う。ただの腐れ縁。そう言うなよ。昔はこういう場でよく顔を合わせてたんだ。それで今日は何のよ。総裁の顔見にってわけじゃないんだろ。あの子の付き添い。エランに会って話したいってうるさいの。ミオリネ変わったね。人のために動くなんて昔のミオリネなら絶対やらなかった。これも水星ちゃんの魔力かな。何言ってんだか。ほら行くわよ。はい。ミオリネさん待ってください。 Light though. 変わったよ君は。残念だ。わあ素敵。お母さん来られないって言ってたのに。仕事が予定より早く終わったの。ドレスとっても似合ってる。ゴドイさんもお久しぶりです。そちらのお嬢さんは。あ、紹介しなきゃだよね。ミオリネさん、このドレスもミオリネさんが貸してくれたの。ミオリネ・レンブランです。スレッタの母のプロスペラ・マーキュリーです。またお会いできて光栄です。あの時はお見苦しいところを。 Wait, とんで what? もない。とってもかっこよかったですわ。クソ親父って。おかげでエアリアルを認可いただけたと思っています。ありがとうございました。 Oh, they're talking about during the ミオ hearing. リネさんと会ったことある？スレッタ、お母さん喉乾いちゃった。何か飲み物持ってきてくれる？わかった。 Oh no. あ、なら私も。お父様とはいつもあんな感じなのかしら。今それ聞きます？だってあなたとスレッタが結婚したら私たち親戚になるんですもの。お嫁さんの実家には仲良くしてほしいじゃない？ Hmm. 21年前のバナディス事変を鎮圧した立役者。何よりガンダムを禁忌にした英雄。立派なお父様だと思うけど。そんなの過去の栄光です。私たちの世代はガンダムなんて知らないし。手厳しいのね。何が許せないのかしら。いつも上から目線で説明もなしに勝手に決めて。あなたもあの時理不尽だって思ったんじゃないですか。それに Ah, the funeral. とにかく私はあんな人父親だなんて絶対に認めたくありません。何ですか？ああ、ごめんなさいね。それではこちらが初公開となります。 Hmm. その素敵なドレスも今身につけているヒールもアクセサリーも寮には入らず理事長室で生活しているのも他者から受ける敬意もその全てがベネリットグループ総裁であるお父様の力のおかげなのにって思ったらなんだかおかしくなっちゃって。 She's just taunting her. 気に障ったらごめんなさい。でもまずはその可愛い意地を捨てなくっちゃね。
デリング総裁のお嬢さん。 That's so. お客様大丈夫ですか？ごめんなさい。 Oh dang. 情けない Oh shoot. なんだって兄さんはあんな愚鈍な女を。そろそろだ。指示通りにな。 Oh. はい父さん。どうしようどうしよう。はいこれ大丈夫？ That's not the Elan we know. お待ちしておりました。デリング総裁。 Oh shoot. There's something big happening, isn't there? There's going to be something really bad. よかったらどうぞ。 Aw. ありがとうございます。こういうのよくわかんなくて。どういたしまして。こちらこそこの間はありがとう。 Oh no. ニカ七浦。いえ。はい。ごめんなさい。いいよ。そのハンカチは気にしないで。そうじゃなくて、待ち合わせ来なかったし、連絡もつかなかったから、その私心配で。僕の方こそ君に謝らなきゃってずっと思ってた。ペイル社の所用であの日から学園は休学してたんだ。出先のフロントは磁気嵐が強くてね。心配かけてごめん。じゃあまた学園来ますか？もちろん約束する。よかったです。笑ってくれるようになって。じゃあそろそろ行こうか。もうすぐホルダーの登壇でしょ。僕も一緒に行くよ。ニカ、スレッタ見なかった？はぐれちゃったの？まったく、どこに行ったのよあいつは。Oh, we're about to find out. 皆様、ここからは特別プレゼンターとしてペイルテクノロジーズ CEO の皆様にご登壇いただきます。本日はアスティカシア高等専門学園の将来有望なる生徒さんを皆様にご紹介できますこと大変光栄に存じます。 Oh no. それでは改めてご紹介しましょう。弊社の誇るモビルスーツファラクトのパイロットエラン・ケレス。そして先日の決闘でそのファラクトを見事に撃破した現ホルダーでもあるスレッタ・マーキュリーさんです。背筋を伸ばす。スレッタ・マーキュリーです。水星から来た私にとって学園には学びがたくさんで充実してます。 Oh no. これからも勉強頑張ります。 Public speaking is just not easy, is it? It never gets easy. ありがとうスレッタ・マーキュリーさん。時にあなたのモビルスーツとてもユニークですけど、操縦には複雑な技術を要するのではなくて、それともあなたの才能かしら。エアリアルがすごいんです。エアリアルは子供の頃からずっと一緒だった大切な家族ですから。家族、素敵なお話ね。ではもう一つ。 Oh no. そちらのエラン・ケレスから先日の決闘中不思議な感覚があったというお話が。あの時一瞬変な反応があったんだ。僕と君の機体が混戦するみたいな。君も感じなかった？いつもより声聞こえた気がする。はい、ありました。 Oh no. 間違いありませんね。これではっきりしました。 Oh no. 新生開発公社のモビルスーツエアリアルはガンダムです。Hmm.
ガンダムだって。ご説明します。弊社のモビルスーツファラクトがガンドフォーマットを使用していたと決闘委員会および弊社監査部門からの報告で発覚しました。あの現象はガンドフォーマットの相互干渉によって発現するもの。ガンダムに反応するのはガンダムだけ。つまりエアリアルは Yeah, but they made a Gundam too, though. 待ってください。エアリアルはガンダムじゃありません。先ほどお認めになられたではありませんか。あなたご自身が。違います。ガンダムの製造所持はカテドラルの協約違反だ。ペイルはこの責任をどう取る？事の重大さを鑑みて弊社は機体の廃棄と当該開発部門の解体をお約束します。であれば新生も同様の処分を受けるべきだな。ダメです。そんな、だってこの前はあいつらエアリアルも一緒に沈めるつもりだ。待ってよニューゲン CEO。 彼女は自分の機体がガンダムだって知らないんだ。開発者の話を聞くのが筋だ。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。なんでしょう、会場の外でないとできないお話って。父からの伝言です。例の件の再取引をと。エアリアルは違います。Something really sketch is going on. 当然だ。まずいよ。このままじゃエアリアルが。我々ベネリットグループはガンダムを感化しない。そうですね。お願いです。聞いてください。5歳以下を総裁。Hmm. エアリアルは廃棄させないわ。 Oh, Well. エアリアルはペイル社にもジェターク社にも勝った優秀な機体よ。廃棄するなんてもったいないわ。 True. なぜあなたがミオリネ様？決まってるでしょ。あの子の花嫁だからよ。ミオリネさん。問題を履き違えていらっしゃるようだ。パイロットの命を奪う非人道兵器を認めるわけにはいきません。スレッタはピンピンしてるじゃない。ただ否定して排除することしかできないの。排除以外の道があると。接続お願いします。過去の決算報告からファラクトの機体廃棄と同開発部門の解体に伴うペイル社の損金を1200億と見積もり、そ That's の a 倍 lot. の2400億、これを目標金額とした新規事業のプランをご提案させていただきます。新生とペイル社の開発部門を M&A により買収し、これらを統合、生命の安全を前提に管理運用を目的とした新会社を設立します。ミオリネさん、エアリアルはガンダムじゃない。黙ってて。その新会社の社名はガンダム。ガンダム。ふざけるな。皆さんは今ベネリットグループの業績を立て直す起爆剤を欲しているはず。協約の縛りや生命倫理問題は私と会社が引き受けます。投資は匿名契約、グループからも独立させればリスクはありません。この話に価値があると思った方は株式会社ガンダムの設立にどうか投資を。 Oh shoot, let's see this go. Let's go. でもダメなんだ。それだけじゃ。なんで？お前の提案には価値がない。皆そう言っているのだ。どんな体現総合を吐こうとも、それを裏付ける信用がお前にはない。当然だよね。出て行け。子供の意地に付き合うつもりはない。待ってください。ミオリネ
守るわよ。私があんたを。 Where's she going? まずはその可愛い意地を捨てなくっちゃね。意地じゃない。何の真似だ。あなたに投資してほしい。あなたの言う通り、今のままじゃ私の提案に乗る人なんていません。ですからベネリットグループの総裁であるあなたの信用をお借りしたいんです。お願いします。 He won't though. Will he? 逃げるなよ。お前が考えてる以上にガンダムの呪いは重い。$240 billion, just like that. Holy. お見事。 That's insane. 風向き変わりそうね。やはり認めたな。ガンダム。I really thought, like... Okay, never mind. なんだか賑やかね。お話まだ続きます？まったく何もかも急すぎるよ。いきなり会社なんて。あ、お母さん。ごめんね、ちょっと用事で離れてて。助けていただいてありがとうございます。ミオリネ・レンブラント。 It's a front, isn't it? Oh. あなたになら安心してうちの娘たちを任せられますわ。ご心配なく、こちらこそよろしくお願いします。 Oh, that makes so much more sense. エアリアル、ガンダムじゃないよね。だってお母さんガンダムじゃない。いいえ、ガンダムよ。ごめんね、とうとうバレちゃった。エアリアルはガンダムなの。 Time just flew by again. Once again, I always say this, but where do we begin? Seriously, this was an awesome episode once again, but of course there wasn't fighting and stuff, like with the mobile suits and stuff, but I think that's great considering episode 6 was something else. But so much happened in this episode, and I'm just kind of mind blown, but I think I see what happened. I think I have an idea, but also I was so surprised to see Shuri show up as well, and all the other, like, I don't know why, but I was still surprised to see everyone all just fancy and just at such an expo like this. I thought it was just an expo, but it seems like it's a fancy one though. It's kind of like a gala too. I don't know, but it's interesting. Where do I begin? There's a lot, really, that, like, I know I said it in one of the previous ones that it's hard to trust anyone, and this episode, same thing. Like, it looks like everyone's having a good time, but then you see some, like, underlying stuff. Let's go back to, like, I mean, for one thing, we know this Elan, for example, that's the one who's the actual, like, head of Pale. He's not the enhanced one that we knew of from the previous episodes. And also there's the other CEOs of Pale. They seem to be in a happier mood this episode. I wonder what role do they really play? If this one's supposed to be the head,
but then those ones are also CEOs. I kind of wonder, like, in terms of the hierarchy, who outranks who. But it seems like unless they're trying to get him under their wing, and like basically they're training him to be the successor kind of thing. I don't know. That's what it's also looking like to me. Also very interesting because this episode is more centered around Miorine, right? Where like you see everyone's telling her, oh, basically they're saying Miorine just like under someone who's always constantly behind or below her father's shadow, like as if she can't think for herself or fend for herself in a sense. 取ったあんたが言っても説得力ないんだけど。ミオリネの意見が欲しいのさ。何よ。仲良しなんです？違う。ただの腐れ縁。そう言うのよ。昔はこういう場でよく顔を合わせてたんだ。それで今日は何のよ？総裁の顔見にってわけじゃないんだろ？あの子の付き添いエランに会って話したいって言う。うるさいの。ミオリネ変わったね。人のために動くなんて。昔のミオリネな。See, when Shadiq says this, it's like we get more input and more of an idea that Miorine wasn't always outspoken as she is right now. And I think this episode we really see more of her growth as a character. As much as, well, we learn more about the Gundam. So I think that was pretty neat, that this episode was more focused on Miorine, right? But then there's also... I didn't like the taunting between these two, like... But I feel like there was more than just taunting going on. あなたもあの時理不尽だって思ったんじゃないですか。それにとにかく私はあんな人父親だなんて絶対に認めたくありません。Like, Sueda's mother was not very nice to Miorine, but then we see, well, we don't actually see, but it's implied these two must have had more to talk about, because, like, I'm thinking Miorine just raised 240 billion, right, for a new business venture. I think Lady Prospera is going to be the one in charge of that one. If it's not like a joint venture with Pale sending in their representative too, right? But it seems like it's going to be a front to develop Gundams. Especially when they mentioned, like, if two companies both are developing Gundams and they just have to get rid of the developers and everyone behind it, why not just fuse them to one new company? That's actually a really smart idea. But makes you wonder how things will go from there. Also, this is what I meant by, like, you can't trust anyone. Because, Nika, for example, she's so nice to Suletta, and she's so curious about the Ariel, but now we see why. It's not just curious for the sake of, oh, that's so cool and stunning. No, she wants insider secrets too. ありがとうございます。こういうのよくわかんなくて。どういたしまして。こちらこそ。See, insider trading or insider secrets. I think she's realizing what she's doing isn't right. And I don't know, like I said, I like the enhanced Elan more than this one. Because we know the way he's acting towards Suletta, all nice and like, it's an act. We know he's two-faced. This one, not the enhanced one. I am curious about the beginning at this point. I think they planned this whole merger on purpose. They had to have. それでそちらのご提案とは？ペイル社にも我々の計画に協力してもらいたい。これはまたとない好機なのだ。奴のデリングの手を読むための。But I wonder what he meant by what Delling has up his sleeve. Because, remember, he's supposed to be anti-Gundam, right? Because of all the harm
that people go through. And we saw that with the enhanced Elan, that, you know, that does happen. So I wonder, what is his deal? What is his plan? Because even like Delling, even though he does not like Gundams at all, right? He still contributed to Miorine's plan. Which I was even shocked. Like, I didn't expect that. You know, when he said that, I'm like thinking, oh, so he's probably not going to help, right? But then I really wonder, what does he know about the Gundam that we don't? Because he has to know more. Well, in something. He definitely invested. But I'm like thinking, like, what does he know about the Gundam or the Gundam arm system that he knows is so dangerous that he would never want anyone to pilot one unless they knew they'd be safe? Like, there has to be something else. Is it possible it's not just a physical pain, but also, like, it messes, like, in the mind, too? Like, psychological? That's what I'm thinking, but that's all I have. And I think this is what everyone was, like, talking about, that the Miorine they knew would never go up on stage like this and just, you know, be an amazing public speaker and just go on about this entire idea, present such a coherent plan, just outright, you know? This was her development arc. But then, when we see this scene, there's something I want to mention. When he said you can't run away like that, right? I'm thinking that's more like a warning saying you made your bed, now you have to deal with it. That's what I'm thinking. The way he says it, he's saying it as a warning because he knows, like, it's a commitment, isn't it? Also, I just did the math and I'm realizing 240 billion, 3% from him invested, right? That's about, if I did my math right, that should be 7.2 billion he invested. I know, like, 3% may not sound like a lot, but when you put the money in billions, I mean, that's a lot. But that's why I wonder, what does he know about the curse? Because he definitely knows something more. Look at all the sparklers and confetti. Yeah, it's confetti. You never see this one happy anymore. He's just always ticked off.
Will Jeturk ever get their day? Who knows? 風向き変わりそうね。やはり認めたな。ガンダム。 Because the way everyone says, yeah, they're all competitors, but I feel like they're all more closely knit than we think. Like, I guess this is the whole thing, like, it's nothing personal. Yeah, there's grudges, but they're rivals. They still get together. They still come up with plans. And sometimes plans behind the scenes. Sometimes plans behind the scenes as well. Oh, now I remember. Before, I forgot. There was actually one more thing I saw that was so strange, and it's what Suleta's mother said. This is what I was trying to look for. When Suleta's mother says Delling was responsible for suppressing the Venadas incident over 21 years ago, suddenly the math doesn't add up. Because when we see the prologue, Eerie was supposed to be 4. Right? But the thing is, if Suleta's only 17, apparently, how does the math work? Because 4 and 17, that would only mean it would be 13 years apart. But that's not 13 years. If you're telling me the prologue events from now, in this episode, was 21 years ago, that would explain why everyone looks so much older. It's because everyone is older. Oh boy. But then it raises even more questions. Suddenly it makes sense why everyone looks so old. It's because more time passed than what we thought. Anyways, I'm not sure how this is going to factor into anything, but it definitely looks like Suleta's mother lied to Suleta quite a lot. Like the whole thing about, yes, Ariel actually is a Gundam. Anyways, yeah, I think I'm going to cap it off there. So once again, for anyone who has any more suggestions on what else I should check out, whether it's more Gundam AMVs or more anime trailers, anything you guys can think of, feel free to comment those suggestions below and you will get a shout out too. And yeah, beyond that, I thought this was a great episode and thank you again for watching. Yeah. Bye-bye for now.